研究者コーチ類進です。はい、今回紹介するのは新種の肉食恐竜ユアンモーラプトルです。早速見ていきましょう。今回新しく見つかったのはメトリアカントサウルス科というアロサウルス類の仲間です。このグループは主にジュラ紀の半ばから白亜紀前半に当時の北半球に住んでいました。有名どころとしてはこのグループの名前になったイギリスのメトリアカントサウルスや中国のシンラプトルなどが存在しますが、これらは比較的新しい時代、ジュラ紀後期以降の地層から見つかっています。なのでそれ以前の原始的なメトリアカントサウルス類がどのような姿をしていたのかはこれまで未知数だったんですね。今回の研究対象となった雲南省の中央部にはジュラ紀初期から中期の地層が数多く存在しています。ここからは巨大恐竜、竜脚類の化石がたくさん見つかっていましたが、肉食恐竜が見つかるのは非常に稀で、見つかっても断片的な化石にとどまっていました。そんな中、今回見つかったのがこのユアンモーラプトルです。この化石は部分的な頭と首の骨からなります。部分的ではありますが、頭の骨の大部分が保存された非常に良質な化石です。左右両方の面が保存されており、どちらの面からも骨の特徴が見れるという点も素晴らしい化石です。この非常にいい化石を使ってこの研究では新種恐竜ユアンモーラプトルの詳細な記載を行い、メトリアカントサウルス科の初期進化過程を推定しています。この新たな獣脚類の学名はユアンモーラプトルジンシャジアンゲンシス。具体的な推定体重などは示されていませんが、頭の長さはおおよそ60センチメートル程度と中型の獣脚類だったようです。名前の由来としてユアンモーは化石が見つかった雲南省から、ラプトルはこれはまたいつものやつですね、ヌスットという意味の言葉です。ジンシャージングはこの化石が見つかった場所の近くを流れている川の名前ですね。見つかった地層はジャンゲーフォーメーションという地層で、これまで多くの竜脚類が見つかっています。エオマメンチサウルスなんかが有名どころですかね。では簡単に骨の形を見ていきましょう。前上顎骨、上顎骨ともにきれいに残っています。前上顎骨には4つの歯が生えていますね。上顎骨は最低14本の歯が生えており、その中でも前から4つ目が最大になっています。またメトリアカントサウルス科の特徴である前上顎骨層が発達しているというのも見て取れます。類骨のいわゆる角の部分はあまり発達しておらず、丸みがあります。胸骨はシンラプトルなどと違い大きな穴が発達していません。後眼下骨の側面にねじれた溝状構造があるのもこの種に特徴的ですね。前頭骨は平坦で頭頂骨とジグザグの縫合線で融合しています。これらの特徴をまとめて解析にかけたところ、ユアンモーラプトルはメトリアカントサウルス科の中でも原始的な種であるということが判明しました。原始的な特徴としては類骨や胸骨に大きな穴がないこと、首の骨にも眼気化の形跡がないことが挙げられます。またこれまで竜脚類ばかりが見つかっていた地域から中型とはいえ獣脚類が見つかったことで、ようやくこの地層の捕食者の姿が分かってきました。ユアンモーラプトルはまだ未成熟、つまり子供だとされているので、まだまだ大きくなる可能性すらあります。今回の発見や今後のさらなる研究によって中期ジュラ紀という未知の時代の生態系が今後明らかになるだろうと期待されます。まとめると、新種恐竜ユアンモーラプトルが中国雲南省から発見されました。この恐竜は原始的なメトリアカントサウルス科であることが分かり、これはジャンゲーフォーメーション8となるきちんと頭が残っている肉食恐竜化石です。この発見によって生態系の理解がより深まると期待されます。今回は以上となります。新種恐竜ユアンモーラプトルの化石、美しいと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画もしくは配信でお会いしましょう。
バイバーイ。